小川工業は建築資材並びに自動車向けの部品を生産しておりまして、自動車部品としましてはティア1と呼ばれる一次メーカーさんを中心に、一部はカーメーカーさんとも直接お取引をさせていただいています。一次メーカーさんも海外の現地生産とか現地調達を進めているという大きい流れがあります。中国工場は2012年に進出しておりますけれども、そちらが軌道に乗ってきたこともあって、第二の拠点としましてメキシコの進出を考えました。部品の市場がどのようになっているかということも分かりませんので、実際に進出してどれぐらい受注が取れるかということも分からないので、不安がありました。私商社の出身なんですけれども、メキシコのですね日系のティア1メーカーさんありましてですね、そこに出向しておりました。メキシコの場合いろいろ人の問題とかですね、それから向こうの規制ですね、その辺いろいろ日本と違うところがありますんで、そういう面で力になれると思っておりました。メキシコの方にですねお願いして工業団地はこういうとこありますよというリストを作ってもらったりとかですね、その辺小川工業さんに提供してですね、最初は出張して回るとこから始めました。まずどこから手をつけていいかも分かりませんですし、自分たちだけではなかなか情報収集はできなかったと思います。メキシコから輸入する新車関税上げるという話が出てきましてですね、これはなかなか簡単な状況ではないなと。投資のリスクを減らすということと、工場の稼働時期を早めるためにレンタル工場にしてはどうかというふうにアドバイスいただきまして、事業計画を見直しました。場所の選定とかも一からやり直すようなところはありましたけども、弊社の要望に沿ったメンテナンスができるような工場がありましたので、そこに決めました。小川工業さんの場合はですね、OEM メーカーの新車の投入時期がもう決まってましたんでですね、それから逆算するともう1年半ぐらいしかありませんでした。大変短いと思いますね。工場進出の準備と、営業活動とも同時並行で進めていきました。出口パートナーはもう現地の経験が長いし、人脈も非常にありましたので、そういった紹介をしていただきながらお客様を回っていったのはあります。現地のお客さんの監査を受けなくちゃいけないんですね。でその時にそのものづくりの工程監査も大事なんですけど、その前にね体制監査といいまして、きちっとした仕組みがその工場にあるかどうかと、日本人だけじゃできませんのでね、そういった仕組みの構築もしないといけませんので。最初にスーパーバイザークラスを採用しましてですね、半年後にはですねメキシコの工場に来てですね、オペレーターとして働いてもらわなきゃいけなかったんで、まずは日本語のトレーニングを AOTS でやって、その後小川工業さんに来てですね現場のトレーニングを行いました。日本の本社での研修についての助成金もいただきまして、専門の機関の支援を受けて非常にスムーズに研修ができたと思います。日本人もそれから研修を受けたメキシコ人も赴任したのが2018年の4月ですね。最初のいろいろ施策を作り始めたのはもう6月からです。ですから短期間で立ち上げてきました。今でもね、やはり我々本社の方から日本人の応援でですね、いろいろ技術指導、
品質指導をしてもらってますので、その現地のスタッフを中心に現地でできるようになるというのが今後の課題かなというふうに考えてます。立ち上げの当初はですね、想定外のことがもう毎日のように起こって、非常に苦労はしましたけども、今は生産の方も安定しまして、日系以外の欧米系のお客様、販売拡大していくですとか、中国工場にも受注につながっていくようなシナジー効果も、すでに出ていますので、そういうことももっと広げていきたいなと思っています。